ゆっくり解説。フィルムノワールの帝王。ジャン・ギャバン不滅の傑作ベスト10。皆さん、こんにちは。ゆっくりレ夢ムです。ゆっくりマリサだぜ。ねえマリサ、今日はどんな映画スターを特集するのかしら？なんだかいつもと雰囲気が違うように見えるわ。今日はフランス映画界の伝説、ジャン・ギャバンを特集するぜ。その渋い魅力から、フィルムノワールの帝王と呼ばれた男だ。ジャン・ギャバン、ダンディな俳優さんよね。アラン・ドロンが憧れていたのは有名だけど、それだけじゃないぜ。実は高倉健さんや宮崎駿監督といった、日本の巨匠たちにも大きな影響を与えたんだ。多くを語らないが、そこから滲み出る人生の哀愁、憂いを帯びた眼差しと、多くを語らぬ背中、まさに本物の男を体現した俳優だったのさ。そうなの。日本のレジェンドたちも、ますます興味が湧いてきたわ。だろ？今回は彼のキャリアから不滅の傑作10本を厳選してお届けするぜ。日本での影響については動画の最後でたっぷり語るから、楽しみにしててくれよな。第10位。地の果てを行く。1935年。さて、いよいよランキングの発表ね。記念すべき第10位は、どんな作品なのかしら？第10位は、1935年公開の地の果てを行くだぜ。この作品こそ、ジャン・ギャバンの名をスターダムにのし上げた、キャリア初期の最重要作と言えるんだ。スターになるきっかけの映画なのね。どんな役を演じたの？彼が演じたのは、パリで殺人を犯し、過去を捨ててスペイン外人部隊に逃げ込んだ男、ピエールだ。北アフリカのモロッコを舞台に、彼の宿命的な愛と破滅が描かれていくんだぜ。寡黙で影がある主人公像は、まさにギャバンのためにあるような役だったんだ。殺人犯で外人部隊。なんだか壮絶な設定ね。でも、そんな彼にも愛する人ができたのね。現地の踊り子愛者との恋が、すさんだ彼に束の間の安らぎを与えるんだ。だが、そんな彼を執拗に追いかける男がいた。それが懸賞金目当てのフェルナンドだ。実はこの映画、ギャバン自身が原作の映画化権を買い取って制作されたほど、彼にとって思い入れの深い作品なんだぜ。自分で映画化権を、それだけこの役に惚れ込んでいたってことなのね。そういうことだ。名将ジュリアン・ドゥビビエ監督との初タッグとなった本作で確立した。憂いを帯びた破れ去る男のイメージは、後の望郷や霧の鳩場へと受け継がれていくことになる。まさに、伝説の始まりを告げる一本なのぜ。第9位。フレンチカンカン。1954年。続く第9位は何かしら？フィルムノワールの帝王っていうくらいだから、また渋い映画が登場するのかしら？いや、それが全く違うんだぜ。第9位は1954年公開のフレンチカンカン。これまでの影のある男のイメージを覆す、陽気で情熱的なギャバンが見られる、極彩式のミュージカル映画なんだ。ミュージカル映画？あのジャン・ギャバンが？想像がつかないわ。だろ？監督は印象派の巨匠ルノワールの息子、ジャン・ルノワールだ。ギャバンが演じたのは、19世紀末のパリで、あの有名なキャバレー、ムーラン・ルージュを設立した興行師ダングラール。才能はあっても金はない。そんな楽天的な男を実に楽しそうに演じているんだぜ。ムーラン・ルージュの誕生秘話なのね。しかも、絵画のような映像美で有名な監督さんなんて、素敵だわ。ヒロインはどんな人だったの？ヒロインのニニを演じたのは、当時大人気だったフランソワーズ・アルヌールだ。ギャバンは選択女だった彼女の才能を見抜き、スターに育て上げるんだ。さらに、伝説のシャンソン歌手エディット・ピアフが、酒場の歌手役で出演して名曲を披露するなど、見どころも満載なんだぜ。この映画は、ルノワールが描いた絵画のような美しい色彩と構図が特徴で、映像全体が美術作品のようなんだ。豪華絢爛ね。映画の一番の見どころはどこなの？それはもう、クライマックスの約20分にも及ぶフレンチカンカンのレビューシーンに尽きるぜ。テクニカラーで撮影された鮮やかな色彩の中で、踊り子たちが舞い踊る光景はまさに圧巻の一言だ。フィルムノワールとは違う、ギャバンの懐の深さと新たな魅力に気づかされる傑作なのぜ。第8位。ヘッドライト。
1956年。第8位ね。フレンチカンカンみたいな華やかな作品も素敵だったけど、やっぱり憂いを帯びた渋い下版がもっと見たいわ。待ってましたと言わんばかりの傑作だぜ。第8位は1956年公開のヘッドライト。これは単なる悲恋物語じゃない。人生のどうしようもなさと、それでも抗えずに求めてしまう一筋の光を描いた、大人のための主翼のメロドラマなんだ。大人のためのメロドラマ。なんだか惹かれる表現ね。相手役は、またしてもフランソワーズ・アルヌール。二人の共演、なんだか運命を感じるわ。まさに運命だ。この二人だからこそ、破滅へと向かう恋に圧倒的な説得力が生まれるんだ。ギャバンが演じるのは、家庭に居場所がなく、人生に疲れた中年のトラック運転手じゃん。彼の背中に滲む孤独と哀愁が、見る者の胸を締め付けるんだぜ。この映画は、当時のフランスの国道沿いの文化や長距離トラック運転手の孤独という時代背景も巧みに取り入れているんだ。そんな彼の乾いた心に、彼女が潤いを与えたのね。二人はどうやって出会うの？国道沿いの宿屋さ。ジャンが仕事の途中で立ち寄る、ありふれた場所だ。そこでウェイトレスとして働く彼女と出会い、言葉を交わすうちに、お互いが抱える孤独に気づいていくんだ。まるで乾いた大地に水が染み込むように、二人はごく自然に、だがどうしようもなく惹かれ合っていくんだぜ。許されない恋と分かっていても、止められなかったのね。聞いているだけで切ないわ。この映画が日本でいかに愛されたか、それを証明する事実がある。1986年に、あの中台達也さんが藤谷美和子さんと共に道というタイトルでリメイクに挑んでいるんだ。あの中台さんが、ギャバンの演じた男の哀愁という大きな役に挑んだ。それだけこの作品が持つ意味は大きかったんだぜ。日本の名優にもそこまで影響を与えたなんて、本当に伝説なのね。ああ、ジョゼフ・コズマが手掛けた物悲しいテーマ曲も大ヒットし、多くの日本人の心に深く刻まれた。セリフ以上に雄弁なギャバンの眼差しと、やるせない物語が織りなす、忘れられない悲恋物語の普及の名作なのぜ。第7位、囚人、1938年。第7位の発表ね。次はどんなギャバンが見られるのか、ドキドキするわ。第7位は、1938年公開の囚人だぜ。これは生半可な気持ちじゃ見られない。彼のキャリアの中でも最も暗く、そして最も鬼気迫る演技が炸裂する。まさに詩的リアリズムの極致なんだ。囚人、なんだかタイトルからして、ものすごく不穏な空気が漂っているわ。一体どんな役なの？ギャバンが演じるのは鉄道機関士のジャック。彼は遺伝的な呪いによって、時折、発作的に女性を殺したくなるという衝動。つまり、心の中にどうしようもない獣を飼っている男なんだ。そんな彼が、ある殺人事件の犯人である妖艶な人妻セブリーヌと出会い、恋に落ちてしまうんだぜ。これは、ジャン・ギャバン自身が演じた役の中でも、最も暗く、そして深く人間の情を描いた役柄の一つだと言えるな。そんな、自分の中に怪物がいるなんて、苦しすぎるわ。しかも恋した相手が殺人犯だなんて、運命が残酷すぎる。原作は文豪エミール・ゾラ、監督は巨匠ジャン・ルノワール。この映画は冒頭のシーンからして伝説的なんだ。約7分間もセリフなしで、疾走する蒸気機関車だけを映し続ける。その鉄の塊の圧倒的な轟音と迫力が、ジャックの抑えられない衝動や、抗えない運命の歯車を象徴しているんだぜ。映像だけで主人公の心の中を表現しているのね。そして彼は、男を破滅に導くファム・ファタールであるセブリーヌにそそのかされ、さらに罪を重ねようとする。だが、結局は内なる獣を抑えきれず、愛しているはずの彼女自身を殺めてしまうんだ。最後は自ら運転する機関車から身を投げるという、一切の救いがない。だからこそ、この作品は見る者の魂をわしづかみにする。人間の暗部を演じきったギャバンの凄みが頂点に達した、伝説の一本なのぜ。第6位、霧の鳩場、1938年。第6位は、霧の鳩場ね。これもギャバンの代表作として、すごく名前を聞く作品だわ。
フランス映画の詩的リアリズムを語る上で絶対に外せない、金字塔的な作品だぜ。監督のマルセル・カルネと、詩人でもある脚本家のジャック・プレベール。この黄金コンビが生み出した、あまりにも有名で、あまりにも虚しい傑作なんだ。詩人が書いた脚本だなんて、セリフの一つ一つが美しそうね。ギャバンはどんな役なの？彼が演じるのは、すべてに嫌気がさして軍を脱走した男、ジャンだ。霧深い港町ルアーブルに流れ着き、世の中をすねた目で睨みつけている。そんな彼の前に現れたのが、当時18歳だったミシェル・モルガン演じる、純真な少女ネリーなんだ。この作品は、ミシェル・モルガンを一躍スターダムに押し上げた作品としても有名だぜ。絶望の中にいる男と、純真な少女の出会い。王道だけど、だからこそ胸を打つ設定ね。その通りだ。未来を諦めていたジャンは、彼女と出会うことで、もう一度生きる希望を見出そうとするんだ。そんな二人の会話の中で、映画史に残る伝説のセリフが生まれる。ジャンが彼女の瞳をじっと見つめて言うんだ。君は綺麗な瞳をしているね。わかってるかいってな。キャー、素敵すぎる。だろ？するとネリーは、こう囁き返すんだ。キスしてってな。このあまりにも有名なやりとりは、フランス映画史における伝説のシーンとして今も語り継がれているんだぜ。第5位、大いなる幻影。1937年。いよいよトップ5ね。第5位は、どんな作品なのかしら？第5位は、1937年公開の大いなる幻影だ。これは単なるギャバンの代表作というだけじゃない。映画という芸術が到達した、反戦映画の最高峰として、歴史に刻まれた不朽の名作なんだぜ。反戦映画の最高峰。なんだか、ものすごく重厚なテーマね。ああ。監督は巨匠ジャンルノワール。彼自身の第一次大戦での経験をもとに作られたんだ。驚くべきことに、この映画には戦闘シーンが一切ない。あるのは、敵国同士の人間が捕虜収容所という閉鎖空間で織りなす、奇妙な交流と人間模様だけなんだ。国境やイデオロギーを超えた、普遍的な人間ドラマがここにあるんだぜ。戦わない戦争映画なのね。ギャバンはどんな役なの？彼は労働者階級出身の、素朴で人情味あふれるフランス軍将校マレシャルを演じている。その一方で、彼と共に捕虜になった貴族出身の大尉は、敵であるドイツ軍の貴族出身の所長と、階級を通じて不思議な友情を結ぶんだ。国籍よりも階級の連帯が上回る、そんな時代の人間社会の幻影を描いているんだぜ。敵と味方なのに、身分が同じだと心が通じ合うなんて、皮肉だわ。まさにそこがこの映画の核心だ。その普遍的なメッセージは世界中に衝撃を与えた。ルーズベルト大統領が世界の民主主義者は見るべきだと絶賛した一方で、ナチスのゲッペルスは民衆に敵対する映画第一位と名指しで非難したほどだ。称賛と非難の嵐、それだけ人の心を揺さぶる力があったのね。その通りだ。国籍や階級なんてものは、人間が作り出した虚しい幻影に過ぎない。その壁を越えた先にある人間性の参加を高らかに歌い上げた。まさに映画史の奇跡と言える一本なのぜ。第4位、暗黒街の二人。1973年。第4位ね、ついにここまで来たわ。どんな傑作が待っているのかしら？第4位は、1973年公開の暗黒街の二人だ。これはフランス映画界を代表する二人の巨人、ジャン・ギャバンとアラン・ドロンが最後を飾った、記念碑的な作品なんだぜ。最後の共演作。それだけでなんだか胸が熱くなるわね。ギャバンはどんな役を演じたの？彼が演じたのは、元保護士のジェルマンだ。10年の刑期を終えて出所してきたアラン・ドロン演じる元銀行強盗のジーノを、実の息子のように支え、彼の更生を信じ抜くんだ。これまでのフィルムノワールの役柄とは違う、温かい人間性と良心の塊のような役なんだぜ。堅気になって真面目に生きようとするジーノと、彼を信じるジェルマン。なんだか希望のある物語に聞こえるけど、ああ、最初はそうだった。だが、運命は彼らにあまりにも非情なんだ。ジーノを異常なまでに憎み、執拗に追い詰める一人の警部が現れる。
仇として生きようともがけばもがくほど、社会は彼を隅へと追いやり、運命の歯車は無情にも破滅へと向かっていくんだぜ。そんな、頑張っている人を追い詰めるなんて、ひどすぎるわ。この映画の監督ジョゼ・ジョバンニは、自身も無実の罪で死刑判決を受けたものの、後に減刑釈放されたという壮絶な過去を持つ人物なんだ。だからこそ、一度罪を犯した者が更生することの困難さや、司法制度の非常さが、胸をえぐるようなリアリティで描かれている。そして、あまりにも悲痛なラストシーンは、彼が生涯をかけて訴え続けた死刑制度、ギロチンに対する強烈なアンチテーゼなんだぜ。監督自身の魂の叫びが込められているのね。2大スター最後の共演という話題性だけじゃない。人間の尊厳とは何かを問いかける、重く、深く、そしてあまりにも切ない物語が、今なお多くのファンの心に焼き付いて離さない、涙なしでは見られない傑作なんだ。第3位、シシリアン、1969年。いよいよベスト3の発表ね。第3位は、一体どんな作品なの？第3位は、1969年公開のシシリアンだ。これはもう、フランス映画界のアベンジャーズと言ってもいい。ジャン・ギャバン、アラン・ドロン、そしてリノ・バンチュラ。当時の3大スターが初めてスクリーンで激突した、伝説のクライム映画なんだぜ。豪華すぎるキャスティングね。想像しただけで鳥肌が立つわ。ギャバンはどんな役なの？彼が演じるのは、シシリー出身のマフィアのドン、ビットリオだ。ファミリーの名誉と掟を何よりも重んじる、威厳に満ちた大ボスさ。その重厚な存在感は、まさに彼のキャリア後期の集大成とも言える凄みがあるんだぜ。マフィアのドン、それに相対するのが、アラン・ドロンとリノ・バンチュラなのね。その通り。ドロンはクールで野心的な殺し屋サルテ。バンチュラは執念深い叩き上げのケーブルゴフだ。三者三様のカリスマが火花を散らすんだ。物語は、ギャバンがドロンを脱獄させるところから始まる。そして二人は、空輸中の旅客機をハイジャックして宝石を強奪するという、前代未聞の計画に挑むんだぜ。旅客機をハイジャック。スケールが大きすぎるわ。CG のない時代に、実際に旅客機を高速道路へ強制着陸させるシーンは、今見ても度肝を抜かれるほどの迫力だ。そして、この映画を伝説にしたもう一つの要素が、エンニオ・モリコーネが手掛けた音楽だ。一度聴いたら忘れられない。あの独特の音色が印象的なテーマ曲はあまりにも有名だろ？あの曲、この映画だったのね。知ってるわ。三大スターの共演、大掛かりなアクション、そしてモリコーネの名曲。だが、物語は単なる強盗劇では終わらない。ドロン演じるサルテがファミリーの掟を破ったことから、物語は非常な復讐劇へと転じていく。男たちのプライドと美学が交錯する。フィルムノワールの真髄がここにあるんだぜ。第2位、現生に手を出すな、1954年。栄光の第2位、ここまで来ると、もう伝説級の作品しか残ってないわね。その通りだぜ。第2位は、1954年公開の現生に手を出すなだ。これは戦後フランスフィルムノワールの最高傑作にして、その後のあらゆるギャング映画の教科書になったと言われる、金字塔中の金字塔なんだ。ギャング映画の教科書、まさに帝王の称号にふさわしい作品ね。どんな物語なの？ギャバンが演じるのは、ローラングのマックスだ。これがもう、痺れるほどかっこいいんだ。彼は相棒のリトンと最後の大仕事として金塊強奪を成功させるんだが、物語はその後から始まる。派手なアクションではなく、自分たちの遊戯、つまり息を貫こうとする男たちの姿を丹念に描いているんだぜ。仕事の後から始まるなんて、珍しい構成ね。順風満帆にはいかないのかしら？ああ、そうはいかない。相棒が若い女にうっかり計画を漏らしてしまい、新興ギャングに狙われることになるんだ。この相棒の愛人役を、若き日のジャンヌ・モローが演じているのも見どころだぜ。そして敵役には、これが本格デビューとなった、あのリノ・バンチュラが登場するんだ。ジャンヌ・モローにリノ・バンチュラ、後の大スターが勢揃いなのね。その通りだ。戦時中の不遇なキャリアで一度は人気が低迷したギャバンだが、
この作品でベネツィア国際映画祭の主演男優賞を受賞し、見事に完全復活を遂げたんだ。特に有名なのが、アジトでパジャマ姿のまま、ビスケットにパテを塗りシャンパンを飲むシーン。これが彼のダンディズムの象徴なんだぜ。老いを自覚しながらも、友情と仁義のために最後の戦いに向かう。その哀愁と美学に、世界中の男たちが憧れた。まさに伝説の始まりを告げた一本なのさ。この映画は、後のゴダールやトユフォーといったヌーベルバーグの監督たちにも大きな影響を与えたんだ。第1位、望郷、1937年。ついに第1位の発表ね。フィルムノワールの帝王、ジャン・ギャバンの頂点に輝く作品は、一体何なのかしら。栄光ある第1位は、1937年公開の望郷だ。これぞまさしく、ジャン・ギャバンの名を世界に轟かせ、彼の伝説を不滅のものにした、キャリア最大の代表作だぜ。望郷、タイトルを聞くだけで、なんだか胸が締め付けられるような哀愁を感じるわ。その感覚は正しいぜ。監督は名将ジュリアン・デュビビエ。これはフランスの詩的リアリズムが到達した、最高傑作なんだ。ギャバンが演じるのは、お尋ね者としてアルジェリアの港町、カスバに逃げ込んだギャング、ペペルモコ。彼は迷路のような街の中では王様のように振る舞っているが、その心は常にふるさとパリにあったんだ。カスバから一歩も出られない牢獄にいるようなものなのね。そんな彼の運命を変える出会いがあったのかしら？ああ。パリから来た美しい女性ギャビーとの出会いが、彼の運命を大きく揺るがす。彼女と同じ空気を吸うことで、ペペの中に眠っていた望郷の念が、どうしようもなく燃え上がってしまうんだ。パリの街について語り合ううちに、彼はもうカスバでの王様の座に満足できなくなっていくんだぜ。愛する女性が、ふるさとへの思いを呼び覚ましてしまったのね。そして、その思いが彼を無謀な行動に駆り立てる。警察の罠が待ち受けるとも知らず、彼はギャビーを追って、安全地帯であるカスバを飛び出してしまうんだ。愛する女が乗る船が出港するのを鳩場で見つめるペペ。その先で彼を待ち受ける結末は、あまりにも有名で、あまりにも切ない、悪党でありながら、ふるさとと愛に準じた男のダンディズム。その破滅的な美学こそ、ジャン・ギャバンという俳優の真髄なのぜ。総評、まとめ。はぁ、どの作品も本当に素晴らしくて、ジャン・ギャバンという俳優の奥深さを改めて感じたわ。詩的リアリズムの象徴からフィルムノワールの帝王へ、時代とともに渋みを増していった、唯一無二の俳優だったな。そういえば最初に言ってたけど、彼は日本にも大きな影響を与えたのよね。ああ。あの高倉健さんは、食事の芝居はギャバンを見て勉強したと語り、宮崎駿監督は、紅の豚の主人公を演出する際に、彼の吹き替えを参考にしたんだ。さらに特撮ヒーロー、宇宙刑事ギャバンの名前の由来も彼から来ているんだぜ。健さんや宮崎監督にまで、ジャンルを超えて愛されていたのね。その通りだぜ。彼の演じた、破れ去る男の美学は、これからも多くの映画ファンの心を捉えて離さないはずだ。今回の動画が面白いと思っていただけたら、ぜひ高評価とチャンネル登録をお願いします。皆さんの応援が、次の動画制作の励みになります。